サムライチャンネル。いやー、今回はやってしまいました。サムライチャンネルです。前回ね、オーガのグリスアップを行った際にね、ブレードの調整をやってないなーというのに気づいて、ちょうどいい機会なんで、ブレードを外して、ブレードのね、高さ調整を行いました。グリスアップ編の時にも、もう少し除雪機の位置が高ければ楽なのになーと思ってたんですけど、私ね、このカースロープを持っていたことを思い出して、ちょっと除雪機をね、乗り上げてみました。普段ね、車のオイル交換で使ってるんですけど、まさか除雪機ではね、使うと思わなかったので、思わぬところでね、道具を持ってれば役に立つなというのが、今回です。それでね、それに油断をしてしまって、今回ね、ナットをね、舐めてしまったんですよね。これがね、本当に素人整備のね、やってしまったなっていうところなんですけど、こういう失敗を繰り返しながらね、徐々に上手になっていくのが、この DIY の、醍醐味かなというふうに思っています。本当にね、ナットを舐めてしまったんですけど、舐めたのがね、ナットの先端部分だけで、根元の方はまだ山が残っていたので、スパナをね、もう無理やり叩き込んで、それでなんとかナットを外すことに成功しました。舐めてしまった時にはね、もう一瞬頭が真っ白になってどうしようって思ったんですけど、なんとかね、外れてくれてよかったなというふうに思ってます。本当にね、どういうわけだかね、このカードの一箇所だけね、妙に硬いんですよね。固着してしまったのかね、そういうのもあるんかもしれないですけど、特にね、外したネジは錆びてるということもなかったです。で、ブレードをね、外してみるとね、意外と綺麗だったんですよね。ここ最近ね、ブレードはね、もう本当に外したこともなかったんですけど、このね、端っこの部分、この部分だけちょっと錆びてるのかなと思っていたら、ただね、汚れが蓄積してるだけでした。それでしたんでね、このブレードの、この取り付けてあるところはね、意外と綺麗な状態を保ってました。ちょうどここの部分ですね、ここの部分が、なんかこう汚れがすごくこびりついてしまったような、そんな状態になっていました。塗装もね、非常に綺麗な状態で、裏側もね、こんな風に非常にこう綺麗な状態を保っていたので、塗装はね、必要ないかなというふうに思っています。このようにね、特別変形もなくて、このブレードのね、付け根部分は非常に綺麗な状態を保っていました。もっとね、汚れてたり、もしかしたら、ね、こう隠れてる部分なので、錆びてる部分もあるのかなと思ったんですけれども、予想よりね、非常に綺麗な状態をしていました。でね、今ワイヤーブラシでね、汚れをこすって落としているところです。ただね、このワイヤーブラシではね、あまりこのちょっと汚れにはね、適さなくて、もうちょっとね、硬いもんでこすろうかなというふうに思いました。それでね、マイナスのドライバーで、スクレパンがあればよかったんですけど、もうマイナスのドライバーでね、ゴリゴリ削って汚れを落としているところです。正直ね、こんな汚れどっちでもいいとこなんですけど、やっぱりこうやってね、汚れをしっかり落とすっていうのはね、なんかこう非常にスッキリして気持ちがいいですよね。それでね、このブレードなんですけれども、ブレードはね、自然に使ってれば削れていってしまうんですけれども、意外とね、大きな削れや、曲がりもなくて、非常にね、いい状態を保ってるかなというふうに思いました。さすがにね、こう接触面はね、削れていってしまうので、このようにね、錆も目立つんですけれども、大きなね、曲がりだとか、大きな削れもなくて、このようにね、横にしてみてもね、真ん中部分はね、若干こうえぐれているような感じがあってしょうがないんですけれども、あとはね、意外と綺麗な状態で、結構直線も保ってますよね。この時点でね、グラインダーで削って、ちょっと鳴らそうかなとも思ったんですけれども、このぐらいならね、そんなに影響もないので、そのまま装着することにしました。こんな風にね、削れてるところはね、こう反ってるところがね、見ていただけると思います。このぐらいの状態ならね、そんなに大きな問題もなくて、そのまま再装着可能かなというふうに思いました。ただ見た目が綺麗になるように、錆止めの意味も含めて、この黒い塗料で、吹き付けて塗装を行っています。で、このオーガもね、見ていただいてわかるように、ついでだったんでね、外してこんな風にまた再塗装をしました。前回はね、装着したままね、
塗ったので、やっぱりね、よく塗れない部分もあったんですけど、やっぱりね、外すと、こう裏側とかね、意外と細かいところも、しっかり塗装ができたので、良かったかなというふうに思ってます。今塗っている塗料はシャーシブラックなんですけれども、以前ね、コメントいただいた方から、ラッカースプレーの方がね、雪がつかなくていいんじゃないですかっていうようなことをね、言われたんですけれども、缶のね、裏側のね、成分を見たら、どちらもね、アクリル塗料だったので、まあそんなにね、一緒なのかなというふうに思います。まあ今シーズンはね、さすがに検証ができないんですけれども、まあこのまま除雪をしてね、これで雪がつくようであればね、またご報告できればなというふうに思っています。まあ屋根のね、こう自然落下の屋根の途端に塗るペンキも、塗料によってね、雪がこう滑りやすい塗料っていうのがあるので、この塗料もね、ちょっとこう検証していく余地があるのかなというふうに思っています。今ね、塗装が終わって乾きましたんで、ブレードをね、仮止めしているところです。このブレードは削れてきたらね、どんどんこう突き出していくことができるので、調整幅がね、結構あるんですよね。そんなことで、この後ね、まあ水平にして、その突き出し量の調節を行っていくんですけれども、とりあえずね、ガタガタしないように、仮止めの方を行っているところです。それでは一旦、このカースロープから、除雪機をね、下ろして、ブレードを下げて、調節の方を行っていきたいと思います。それではね、オーガを下に下ろして、ブレード調整の方を行っていきます。で、下ろす際はね、ソリの部分が地面にピタッとつくところに、下ろすのがポイントとなります。このソリをね、しっかりと、地面につけて、それが基準になりますので、そのソリがぴったりついた段階で、このブレードがね、3ミリ、3ミリにね、調整をしたいんですけれども、説明書ではね、このブレードが3ミリから7ミリというふうに指定されてます。私ね、こう、綺麗に除雪していきたいので、今回ね、3ミリで攻めて調整していきたいと思います。今このドライバーで刺しているソリが0。それでこのね、ブレードの部分が、3ミリから7ミリですんで、今回はね、3ミリギリギリに調整をしていきたいと思います。それでね、オーガもね、高さが指定されていて、8ミリから12ミリという風になってるんですけれども、オーガはね、高さの調節ができないので、この段階でね、ソリの高さ調整をしっかり行っておくと、必然的に、まあ、オーガの高さが、8ミリから12ミリになります。で、私ね、ブレードを3ミリに設定したいので、このソリの高さとね、ブレードの高さ、これをもうこの段階で決めておけば、オーガの方はね、必然的に8ミリに設定されるようになります。まあ、オーガも含めてね、全部組み上げてから、まあ、オーガの高さを基準にですね、ソリの高さを、まあ、0で設定して、その後ブレードっていう流れでもいいかなというふうに思います。まあ実際除雪している時にはね、この地面もね、全部真っ平らとは限らないので、どうしてもね、少しこう浮かせ気味で行った方がいいのかなというふうには思います。ただね、やっぱりこう綺麗にね、こう除雪したいっていう場所もあるんですよね。そういう時はね、こんな風にね、下げておくと、綺麗に除雪ができて、便利ですんで、私は今回ね、このギリギリをね、攻めていく用のね、セッティングをしたいと思ってます。まあ3ミリのね、厚みのね、何かこう木の板だとかね、そういったものがあれば、そういったものをね、挟んで調節すると、便利にできるかなというふうに思いました。まあ私はたまたまそんな厚みのものをね、ちょっとこう、目のつくところになかったので、定規でね、測って調節の方を行ってみました。左右のね、ネジを締め込んで、高さが決まりましたんで、この後ね、各ナットを締め込んでいきます。またこんな風にね、持ち上げて、カースロープでね、除雪機を高くしてあげて、そうしますとね、さっきみたいにね、こうネジを舐めてしまうということが減ると思いますんで、ネジの締めやすい高さまで除雪機を上げて、ネジを締めていきます。まあこんな風にね、YouTube でね、動画を流してはいるんですけれども、いかんせん素人のね、下手の横好きでやってますんで、きっと見ていただいている方はね、
こいつ下手だなーなんていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはね、それを承知で流してますんで、こう DIY をね、楽しむっていう、これがやっぱりね、一番の醍醐味かなというふうに思ってます。そしてこう自分でね、整備してた時のこう達成感とかね、満足感っていうのはね、何事にもね、こう変え難いものがありますんで、私はね、好きですね。で、こうね、整備代とかね、そういうのも節約になってる部分もあるんですけれども、結局こう道具を買ったりだとかね、いろんなものをね、こう買ってしまうんでね、大きく節約になってるかどうかなっていうのはあるんですけれども、それでも趣味ですんで、楽しんでいます。そして何よりね、皆さんからのコメントやチャンネル登録が私のこの動画作成の原動力ですんで、今後とも応援よろしくお願いします。